はい、こんにちは。アゴヒゲバイクチャンネルです。今日はですね、こちら DJI Osmo Action 5 Pro と DJI Mic 2ですね。この2つの組み合わせがモトブログに最高という話をしたいと思います。この組み合わせ、なんでね、もっと早くこの2つを買わなかったかってね、すごい後悔するぐらい組み合わせとしても最高ですね。何がすごいかっていうと、この Osmo Action 5 Pro とこのマイク2をね、無線で接続して、もちろん Osmo Action 5 Pro の方で一括で操作ができるっていうところなんですね。これはね、モトブログやってる方ならわかると思うんですけど、非常に使い勝手がいいなと思いました。この動画ではこの2つの組み合わせがなぜ素晴らしいかというところをお話ししていきたいと思います。モトブログをやる上でちょっとネックになってくるのが、撮らなきゃいけない音声だったり映像っていうのが3種類あるんですよね。1つが映像になっていて、残りの2つはその音声とこれ喋ってる声ですね、あとは排気音を取らなきゃいけないということで、3種類の記録がね必要になるんですけど、それをこの2つの組み合わせで一括管理できるっていうところがね、非常に素晴らしいなと思うんですよね。走行動画をね、記録として残したい方だったり、普通にブログとして使う方にもね、重宝されるかなと思うので、私が実際にどうやって使っているかですね、外部マイクの使い方も含めてお話ししていきたいと思いますので、ちょっと気になってるんだけどいまいち踏み出せないなだったり、実際にこの2つをね組み合わせて使うとどうなんだろうっていうところ気になる方いらっしゃると思うので、購入する際の参考になればいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、というわけでモトブログで撮らなきゃいけないもの、冒頭でも述べたんですけど、一つはこのカメラで撮る走行動画ですね。主に POV 一人称視点のものになるんですけど、それが一つありますよと。でもう一つは実際にこのモトブログでね喋ってるこの声ですね、音声を取らなきゃいけないのが2つ目ですね。で3つ目が、これモトブログ特有になるんですけど、排気音ですね。この3つを、それぞれ録音してあげなきゃいけないと。で一般的によくやるのは、アクションカメラにマイクを有線でぶっ刺して、でそれで映像とこう喋ってる音声を一緒に撮りますよと。で排気音の方はメジャーなのは Zoom の H2N だとか、そういったね、外部の録音機器を使って排気音だけを取ってあげると。で編集するときにその2つを組み合わせて動画にしていきますよというのが一般的なやり方になってきますね。で私はどうしてたかっていうと、私メインのカメラは GoProを使っていて、音声はね音質だったり、あとは編集の問題だったりで、実は Zoom の F2 っていう別のレコーダーを使っていたんですね。で排気音の方はどうかっていうと、排気音はZoom の F3 ですねをメインで使って、でそれで、録音してた。なので3つね録音機器を使ってたんですよね。なんで3つ使ってたかっていうと、それぞれ F2 と F3 は32ビットフロート録音っていう、音割れがしにくい録音方式で、後の編集にも強いっていうので、それぞれレコーダーをつけて編集していたんですけど、このやり方のね何がめんどくさいってね、編集もそうなんですけど、最初にさモトブログ撮るぞっていう時に、まず GoPro の電源オンして、音声のレコーダーをオンして、で排気音のレコーダーをオンすると。3つもね、スイッチを操作しなきゃいけないと。でまだね始めるときはテンションちょっと高めなんでねいいんですけど、いざじゃあ撮影終わりましたというときに、GoPro はねいいんですよ。ここポチッとね押せば録画すぐ停止できるんですけど、Zoom の F2、音声撮ってるやつですね、あれはね大体この胸ポケットにしまってるんですけど、それはねさすがに走行中にスイッチ操作できないと。で排気音も同じですね。排気音も同じで、F3 っていうのでちょっと操作しなきゃいけないので、一回バイクを停車して GoPro の電源を消して、で音声の、録音を消して、で排気音の録音を消すっていうね、3つもね操作しなきゃいけなかった。それがね非常にめんどくさかったんですよね。っていうのもあって、実は去年1年は排気音のね録音をほとんどしてなかったんですよね。基本的にこう喋りがメインの動画の場合は排気音をね少し抑え気味にできるので、BGM をつけたりしてごまかしてたんですけど、ただねここでちょっと問題になってくるのが、その試乗動画なんですよね。試乗動画の場合にその排気音がないと魅力がねしっかりと伝わらないんですよ。でそこでねめんどくさくなくて、なんかいい方法ないかなってこうずっと模索してて、
でいよいよ見つけたのがこの Osmo Action 5 Pro と DJI Mic 2の組み合わせですね。まずこの Osmo Action なんですけど、4から5になってできたことっていうのが、マイクがね、無線のマイクがこの2台接続できるようになったんですね。でこれによって音声、喋ってる音声とあと背景音をそれぞれ録音できるようになるというのと、でこっちのマイク2に関してはその後継機のマイクミニみたいのも出てるんですけど、このマイク2でできることっていうのが2つあって、1つはその外部入力がねついてるんですよね。これ自体にもマイクはついてるんですけど、そのジャック付きのマイクであれば自分好みのねマイクを使ってここから無線で飛ばすっていうことができるんですよね。それが1個強いなっていうのと、もう一つこのマイク2の強いところはこれ自体が記録を保存できるようになっていて、でこちらについては32ビットフロート録音で、録音ができるようになってるんですよね。録音時間も確かね8時間だか8ギガだか結構長い時間、録音ができるので、バックアップとしても使えるし、編集するのであればこっちの音声を使った方が音がいいっていうメリットがありますね。で本題ですね。この2つ何が素晴らしいかっていうと、冒頭最初に述べましたけど、この2つ無線接続ができるので、こっちの Osmo Action 5の方で録画をスタートすると、こっちのマイクの方も勝手に録音がされるんですよね。さあ準備整いましたと、さあ撮影始めようかなっていう時にこのボタン一つ押せば、映像と音声、喋る音声と背景音が全て、録画スタートできると。今までね3つの機器を操作してたのがこの1つで収まるというところがね非常に使い勝手がいいんですよね。でさらにいいのはこの終わりの時ですよね。さっき言いましたけど、今までの私のやり方だといちいちバイクを止めて録音機器をそれぞれ操作しないと、撮影終了ってはならなかったんですけど、この組み合わせをね使うと DJI Osmo Action 5 Pro の、録画停止ボタンを押せばこの2つの録音も勝手に止まるというところで、何を今更っていう感じなんですけど、非常に使い勝手が良くなってる。元ブログでこれいいなって思うのは、そういうところなんですよね。要はこいつでこの1台で全て一括管理ができるので非常に使い勝手がいいというところですね。でさらにダメ押しのポイントでこれいいなって思ったのは、このマイク2の電源なんですけど、最初こういう形で持ち運んでますよと、じゃあそろそろ撮影の準備しようかなっていう時にこうパカって開けてあげると、この2つのトランスミッター勝手に電源が入るんですよ。わかります？この素晴らしさ。なのでこれをじゃあそれぞれ取り出してセッティングして、でカメラの電源を入れますよと。そうすると勝手にカメラの方もこのトランスミッターと接続してくれるので、あとはじゃあカメラの電源を本当にオンするだけで撮りたい音を一緒に録音してくれるという、なんと進化した世の中なんですかね。購入するのにちょっと思いとどまってたところが、そこの接続の部分がねどうなのかなって、これがいちいちねこっちも2つ電源入れてで接続させなきゃいけないっていうんだったらちょっとめんどくさいなと思ってたんですけど、そこはね同じメーカーの製品っていうことで、それで、撮影の準備っていうのがね一気にこうグッと短縮したわけなんですよね。非常にね素晴らしい、使い勝手がいい、元ブログやってる身からすると非常に助かる機能なんですよね。ネックはね値段なんですよね。 DJI Osmo Action 5 Pro が今確か55,000円ぐらいで、こっちのマイクコンボの方も確かね52,000円ぐらいするので、2つ一気に買うと10万近い出費になるんですよね。これから元ブログしようかな、やってみようかなっていうので、いきなりこの10万の初期投資はねちょっと痛いなと思うんですよね。なのでおすすめとしては、やり方としてはねいくつか組み合わせはあるかなと思ってて、これはOsmo Action 5の方は必須になってくるかなと思うんですけど、こっちのトランスミッターの方は実は単品で購入ができるんですよね。でこれ1個16,000円なので、ちょっとねやってみたいなっていう人は Osmo Action 5 Pro か、将来的にね1個しか使わないよっていうんであれば Osmo Action 4でもいいとは思うんですけど、それとトランスミッターですね、これを単品で買って
接続して使ってあげるという方法があるかなと思います。マイク一つなんで、音声だけを取るか、あとは排気音だけを取るかっていう選択にはなると思うんですけど、特にそのね、元ブログやるんじゃなくて走行動画メインで排気音とね映像をきれいに撮りたいんだっていうんであれば、Osmo Action の4か5ですね。あとはこのトランスミッターを一緒に買ってあげれば問題なく、しかも手軽に操作も簡単にできるかなと思います。はい、ではね、私実際にどういう使い方してるのかっていうと、まず Osmo Action 5 Pro の方はそのマイクですね、トランスミッターとの接続に関しては、マイク、2つあるので、それぞれ音を左右に振り分けて録音するっていう設定をしてあげてます。なんかね、ミックスしてモノラルとかミックスしてステレオとかいろいろ選択はあったと思うんですけど、それぞれ分離させて録音をさせてあげてます。このトランスミッターマイクついてるので、そのまま風防をつけてあげてそのヘルメットに仕込んでっていう使い方もできるんですけど、結構ねこのマイク集音性が高いので、そのまま使うとね、私の場合音割れをしてしまう可能性が非常に高かったっていうのもあって、今まで通りヘルメットにマイクを仕込んであるので、それと接続して使ってあげてます。で、使ってるマイクはこれですね。何回か多分紹介してると思うんですけど、クラシックプロの、プロフェッショナルスーパーライトウェイトマイクロフォンという耳にかけてこの辺の口元に、持ってきて肌色のマイクですね。私の声のね質と結構相性が良かったので、ずっと使ってます。音割れしてないのでね。これいいのはちょっとね針金みたいにこう芯が通っているので、口元にはわせやすいというかね、ヘルメットに装着しやすいっていうのもあってこれを使ってます。これね結構おすすめです。で、排気音の方なんですけど、排気音はねこのガンマイクですね、オーディオテクニカの AT9944 っていう型番なんですけど、これ実は片側は本ジャックになってるので 3.5mm のジャックになっていますんで、こいつをそのままトランスミッターの方にズボッと差し込んであげて、でこれを排気音、枕の近くにセットしてあげると。で、同じようにこれ単体でもマイクがついてるんでね、音は拾えるんですけど、ちょっとね無指向性っていうのもあって結構いろんなノイズを拾いやすいっていうのと、排気音を直にこう取りたいっていうんであれば、こういう外部マイクをね、使ってあげた方が綺麗に音は取れるんじゃないかなと思います。ちょっと試しにね、撮ったものがあるので、まずこちらがDJI マイクで撮ったものですね。で、こちらが、ガンマイクで撮ったものです。ガンマイクで撮った方がその排気音をね、狙って音が取りやすいっていうメリットがあるかなと思います。で、あと最後に編集のところなんですけど、基本的にはこの Osmo Action の方に全てデータが入っているので、これをこのまま使ってそれぞれ音声と排気音という風に使えるので、それはそれでいいんですけど、1個注意しなきゃいけないのは、これ音声は16ビットで録音されるので、音量をねちょっと調整するぐらいであれば全然問題ないと思うんですけど、イコライザーかけたり音も編集するよっていう人はこっちで録音されてる音よりもこのトランスミッター本体に録音されてる音のデータを使った方が、結果的に音は良くなりますね。なのでこれ USB-C がついているので、データをね落としてあげて、でパソコンで編集してあげるっていうことをやってますね。できるだけの音にこだわりたいなっていう人はトランスミッターの方に録音されている音声データを使うといいかなと思います。はい、というわけでこの DJI Osmo Action 5 Pro と DJI Mic 2の組み合わせが元ブログに最高というお話をしました。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。また今後もこういった形で商品のレビュー動画だったり、あとはこの2つの組み合わせを使ってね、試乗動画なんかも撮っていこうかなと思っているので、よろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。